Hello こんにちは。GENG vs T1 サードゲームジェイス。ジェイス大人気やん。このシリーズブルーサイドが毎回ファーストピックジェイス。ビエゴ、アフェリオス T1、ザヤラカン。お、ピック版似てますね。ジェンジーの版 ADC3 体。ケイトリンサポートもいけるしな。サポートケイトリン用の、バルスもサポートで使ってたしな。最近さすがにサポート ADC は見なくなってきたけど、サポートのアイテムナーフでほぼ構成は一緒です。Maybe they say, "Oh yeah, it was fine. Like Guba handled it. we'll just let him do it again." ビエゴか。もともとなんだっけ、セジュアニか。火力が足りねえからビエゴ行ったのかな。オーナービエゴクソうまいよな。マルファイトバーン。あのファッキン詐欺ジャンプって言ってましたね。デウスさん。なんであんな詐欺ジャンプなのあいつ。ジェイスがトップって決まってるんだったらマルファイト当てれば勝ちなんだけど、これミッドでずらしてくるからね。チョービーが使えるんで T1 はマルファイトピックできませんからバンしていく。ゼードリサンドラはバンしているのでジェンジーがアーリを取る可能性が高いから逆にアーリを通っていく。フェイカーといえばアーリだよね。フェイカーはデビューしたシーズン3に世界大会優勝します。新人でその時に欲しかったスキンがアーリのスキンと言われています。アーリのスキンが欲しかったはず。でもその年は勝手にライオットが選びやがった。その年以降は確か選べるようになったんだけど、そうだからゼドになったんです。フェイカーといえばゼド対ゼド100万回100億万回死んだリュウさんの方がイメージ強いけど、それでゼド渡したんだろうけど、本当はアーリのスキンが欲しかったんですよ。なのでフェイカーはこのアーリの世界大会スキンをもらうまで引退しないと言われています。おーでルブランか。ルブラン対アーリって確かアーリが上手ければ有利じゃね。ダブルに合わせてチャームみたいなってことをなんか結構前に言われてたけど、今のマッチアップは知らねえや。うわゼウスオーン。ジェイスのカウンターといえばオーンではある。イグナイトに切り替えて6のタイミングで。でもジェイスが上手かったらオーン無理だよ。浅いジェイスは浅いオーンでも枯れるけど。ハローこんにちは。ジェンジー VST13 試合目。後がないジェンジー。もう一回ブルーサイドを選択してまた JS をファーストピック。しかし今回は JS をミッドではなくトップで使う。出てきたのはオーン。水星オーン。やってることはマルファイト。マルファイトは確定で Q 当たるけどオーンの Q はね確定じゃねえからな。JS ファーストストライクなんだ。マジかよ。安全で行くんだったらフェーズラッシュ、攻めるなら征服者、スケールするならファースト。お前スケールいけるんかドランさんよ。セカンドでマルファイト対策するようなルーンだね。もともとはこれは別に舐めてるわけではねえけど、サステン重視のルーンではあるか。どうなるか楽しみだな。ゼウスは征服者でやってたね。フェーズラッシュでやる人も多いし、まあ状況によりけりなんだろうけど。でもこれアーリビエゴでしょ。ジェイスフェーズラッシュないと死なね。どうだろうな、楽しみだな。でオーンもオーンで基本アンシールドスペルドブックなんだっけあれ。スペルを変えられる魔導書か。魔導書行くんだけど普通は水星なんだね。やっぱジェイスがサステンに弱いから。
But yeah, Faker on the mobile Ari might be looking to do some stealing later on in the game from the red side, especially. It's a little bit easier to just hop over the wall and. ビエゴはボトムからのトップへのフルクリアで JS のワード1は的確にピングされてる。ビエゴがレーンギャンクするのかどうギャンクをするのか楽しみだね。全員全敗but really just making sure he hits his autos perfectly timed on the minions to push out this advantage. So you can see his mana bar is quite high here despite doing a lot of damage. Faker's handling the pressure decently well. 今回レートゲーム T1 だね。オーンのアイテムアップグレードをこの200年につけて。序盤ジェンジーは何かしなきゃいけないがブランが動けるか。いやでもほんとミッド強いねチョービーが。 CS は結構ついてんじゃん。ウーコンが裏で待ってる。いやこういうのな、ジャングラーが見てくれないからソロキューで JS やれないんだよね。だるいんだよね。ソロキューだったらもう死んでるから。ミッドはお互いにコラプティングポーション。珍しいな。トレードし合っていくのか。で、フェイカー、ミッド押し込んで、裏からローム一応できるけど、6じゃねえから無理はしない。ミッドの CS はそんなついてなかったわ。あ、オーンあれ9は出なくても W 脱動すんだ。ドランの JS ね、悪くなかったと思う。前回も見たけど。チャーム当てたかな。これね、ルブランの W に合わせてチャーム入れると W キャンセルされてダメージも通らないんだよね。踊れはするけど。As the unsealed spellbook hasn't been used just yet for Faker. Could maybe look for an ignite play there, something like that, but doesn't commit hard. And Chovy does have his corrupting pot, so it's going to be back to normal here, but at least now the pressure has been relieved. Faker looking like he's going to match this back here, but actually will stay and try to get an early Drake. Obviously, he is his bottom side, so ドラゴンドルのは T1 ボトム一生勝ってんな。 And it is going to be a Chemtech Drake first, so we know it's not that soul this time. At least. So they know it's like it's definitely not as bad as it has been the last two games with their early advantages. Yeah, I actually in between games I got on the phone with Ox and I had to do a little ここゆっくりプッシュ JS マナ回復しながら。 オーンは帰っている。 As we do get to have probably a more fun soul here, as another singular Infernal Drake is going to come through here for game number 3. Yeah, I mean, pretty much all of the rest of the Drakes that you can get now are super relevant. Movement speed is going to be huge here, and the healing against the poke, especially of GENG, would be massive for T1 if they end up getting that soul. So I feel like it's going to be very relevant this time around. It's not just going to be the Elder Spawner as we did see. It obviously was kind of important for the Aphelios last game. It's often very low on health, but no, we don't have to talk about that this time around. As it's a bit of a lull state here in the early game. Not enough control. JS また5はどれじゃねえんだ。ご覧の JS。 Obviously hasn't spawned yet, but either team going to be looking to フェイカー避ける。そっか、アリがダブルで MS 上がるようになったから。 ルブラン余計にきつそうだけど。 take a step back. They have a second talk with the coach, and the coach is like, "Okay, guys, you really need to you don't need to go this crazy." Also, could be nerves at times. I don't think it really is for these players, considering the caliber we have on the Rift. グラビタムのタイミングがね、本当強いよね。ギャンカーセができるよ。ランタンもあるし、どうセットアップする？アフェリオス、わー、フックから入ってもいいな。
ラカンもやっぱ台に飛び乗ると異次元の射程が出るけど、他のチャンピオンよりも2倍距離が出るけど、あれギリギリ死ぬのか。本当はフェリオスの通常攻撃から確定でフック当てたいんだけど、ケリアうますぎてフックから入っていける。Plate gold is insane here for Guma this early on in the game. It wasn't he who picked up the first blood, but still. しかも赤白のタイミングタワープレートバッキバキや。でボトムに寄ろうとするところでアーリがルブラン縛いていく。Looks like they did not get the third turret plate, but still, to do that much damage here 8 minutes into the game. だいたい8分9分で赤白持ってこれるんだよね。ヘラルドのタイミングで相手がヘラルド取りに行ったら、アフェリオ相手ヘラルド取りに行ったらおしめえよ。ヘラルドなしでタワーめちゃくちゃ壊せるから。で今ヘラルド直されたしな。Probably realized there was a good chance he was on the bottom side of the map doing the blue buff and or the Gromp because those were up. But they didn't expect him to be there. And it's the hook. Okay. They fake a back. バックを for the side of them as they dodge the knockup once again. うめえ。ランタンバックしたように見せかけてからのブラスティングコーンでもう一回行く。いや演技力もえげつねえな。こういう細かい動き。ただミクロマクロがうまいだけじゃなくて、これも一応マクロの中には入るんだろうけど、やってることがえぐいね。心理戦も得意ですと。しかしビエゴのフラッシュ欲張った。to come on in and at least pull together some scraps. Can they bait Faker in here? Chovy's in the vicinity. あーりダメージねえからな。Bit of damage on Apina. He's just gonna smite and get out of there. Elects not to get too P crazy. さんまだ集中できてる。This play, like if you look at the wards and the vision here, it's just not a lot of angles for him to be anywhere but the bottom side of the map, but it's the thresh hook that makes it all happen. Like if that hook doesn't go off for Keria, whether he's there or not is insignificant. But Keria once again hits the hook, and then they bait him with the backs. They're just playing with their Rakan food, man. They know exactly when he's gonna hop in with the grand entrance. プロのアフィリオスはマジで強い。おいリプレイ。あれゼウス死んでるぞ。ジェイスにキルが入った。Yeah, I mean, it's a lot of details and pieces missing for this one, but Hornhorn missing. ヘラルドみんな寄ってる。オンは死んでる。オン TP あるけどタワーにテレポート使うんで無理でしょうねこれは。ドラゴンも湧きます。ワンチャンスティール狙うとかヘラルドすげえところにいるの。あえてか。Go to at this point in the game. So yeah, that's just Rift Herald given over the side of GENG, and T1 basically just tickled them while it was happening. セカンドドラは T1 がポジション取れます。This doesn't take anything away from the advantages that T1 had moments before. Faker's also going to pick up a plate here. And okay, Chovy. これスレッシュランタン渡してあげると思ったんだけど危なかった。From the REW so well to just dodge the chains and be super annoying for Chovy. No vision on this Drake, so regardless of losing that Herald, T1 are going to get the second Drake of the game. It's Mountain Soul. ヘラルトと交換でドラゴンをゲットする T1. In this game, the safety that you're going to have on your Felios, the additional resistances for Ari when she dives, and the Ornn, of course, which is going to be an insane front line for this team. So this is very 今回は何ドラゴンよ。2回ゴミドラゴンで T1 勝ってるけど。あー、ルブランに引っかかったのか、オンが。Fortunately, just burst down here, using his ultimate and his flash to try to survive and turn this one around. But T1 decide, okay, the Herald is going to be like our fifth man in this fight, and maybe we'll still get something, but they're unsuccessful. T1 が一生ドラゴン取ってない ?4 ドラ、4ドラ、2ドラ。ジェンジドラゴン1個取ったっけ？やっぱボトムが強いってことだよな、ドラゴン取れるってことは。Exactly, and this is why this Mountain Soul can be so problematic for GENG. At least he's going to get some additional plates here. It looks like the Gore Drinker build is kind of falling by the wayside here in our LCK playoffs, which makes me happy because I think it was one of the builds that was a little bit more niche, whereas the lethality build is going to give you a lot more power earlier on in the game in terms of your poke, and it's going to be a itemization that allows you to push your advantages, like in a lane they have here.
最近 ADC みんな春行く Keep な。 zooming in on the mid lane. みんなではない。 But so far, it's just been trades back and forth. Very often, this just happens. That's the unsealed spellbook ignite, by the way. Toby goes うわー、 back. フェイカー避ける。 Faker is just dodging フェイカーイグナイト使ってテレポートに切り替えますね。 Owner? Oh, he is in a rough spot here. He does not have flash. Gonna heartbreaker the wall and get on over as Charm misses Chovy. He's following up with some damages. Carry is also getting in there. I don't know if they have any members of GENG are right there. Well, there's no objective to fight over, so this is a lot of tools expended here on both sides, actually, through this choke point on the attempted lockdown, then of Carria, as Faker does get away, doesn't have to flash. Carria now flashless, but has Hex Flash, so not going to be too big of a deal. This would have been massive for GENG if there was a Drake to take right afterwards, but unfortunately, that is not the case. And they're not even going to be able to turn this into plate gold here on the bottom side of the map either. So a close call for Owner, who loses only his ultimate, which is on a relatively low cooldown, doesn't have to flash because he didn't have it, and でもこれさ、GENGが序盤の構成なんよ。T1 がレートゲーム圧倒的で、そのレートゲームの T1 の構成がドラゴン2個持ってるから、10分遅延できてるんだよね。ここから T1 がドラゴン2個捨てても全然いいわけだし。やっぱGENGの勝ち方は早くゲームを畳む。畳むには4ドラが欲しい。バロンが欲しい。それだけじゃ勝てるかどうか怪しいから、エルダーが欲しいんだよね、エルダー。エルダーって4ドラ出してからじゃないと出てこないから。T1 に4ドラ取らせるわけにもいかないし、自分たちが4ドラ集めるってなると今から時間かかりすぎてな。この2個のドラゴン取ってるのが T1 としてはすごいでかい。オーンのアイテムアップグレードまで200年がアイテム出すまで待てる。ここ10分で何かめっちゃ有利取らないとな。ゴールドもイーブンだし。It's not easy. It looks very different from what we saw in the finals last year. GENG were able to get 3-0 in summer. As Faker's just throwing everything and every. フェイカーもケツから打つんか。 Gonna face check it looks like here. Maybe in a little bit of trouble. Has his flash, but he's just gonna boost himself away. Doran very happy with his exchange here. Zeus has no teleport. Doran does, and can of course join this Drake fight too. So pushing Zeus out like this is massive for him. There you go. Zeus わー、ゼウスさん？なんかゼウスさん JS にしばかれてない？前回のシリーズもそうだったけど。おい JS メイン、やっぱ JS メインとして許せねえんだよな、JS が強いってのが。わかる。ムキになるような。おすすめはマルファイトだけど。So this is really huge. And Zeus, you know, he's respawning here Sure, in 10, Shibaki. does have his ult and flash. But T1 need to be better grouped for this Drake. They have Cryo right now. See if they can hold on to it. So Hook going through, they're trying to get whatever pick that they can JS before が this 最強な starts, の but I か。 don't think it's really going to happen. And now they're 4v5. Zeus is running over as fast as he possibly can. T1 will try to delay the time here and give themselves a chance at this Drake. That was very close. Faker nearly gets Warrior stirred on. I mean, Faker just seems like he is so incredibly gifted at dodging things in this third game here. He's clearly very in the zone right now. Yeah, he absolutely is. As Hook is in, they get the knock up here. Toby's taking some unnecessary damage on the bottom side. T1, Carria, and Zeus able to set that one up. I mean, now Zeus is here with ult. I mean, this is a tough fight for GENG with LeBlanc being half health. Faker a little bit zoned away from this one at the moment. He's in mid. Spino is able to zone him. They don't have full vision there. It's actually very nice vision control for GENG on the left side. So Faker's got to choose his angles wisely. As he does an insane amount of damage to Guma. マジか、今のエバフロつながって QE が届くんだ。うめえ。Some additional damage here, and that's going to be the first Drake of the game here for GENG, a very valuable one. You start stacking up ル these ブランって軽く出せるんや。 T1's composition, and it's going to be very problematic, especially considering the build here from Faker, which is the more standard one. LCK のルブランだからか。
but it's going to be a lack of damage on their team composition until Guma hits his third item LDR, so we're very far away from that. But GENG make his life a lot harder here each step of the way, and every Mountain Drake they deny makes this Jace pick stronger. So they're going to be able to turn this into also a win here where they grab the second Herald of the game on the top side of the map. So massive turnaround here in this game. And GENG really coming back in a big way. Is Chovy ドラゴンは取ったけど、ここから3回連続か。あと15分かかる。 This is a huge advantage. The initial part of the Drake where Doran all in. Zeus here gets the turret and then teleports over to the objective. JS のこの E は何だったんだろう。それでも殺されたからな。Chovy's play in the fight, which I hope we don't miss the replay of, is massive because he's able to threaten Guma. He was just chugging his refillables as well after he went down to half health, so he could actually go in there and make that threat happen. Well, we might not get another look at it because there was no blood on the rift, I suppose. So, yeah, just know that Chovy was able to unlock that angle on the bottom side even after getting chunked out. So we ゴールドはGENG勝ってるけど足りないな。 both of the teams just waiting もうちょっと欲しいね。 by. And GENG with a little bit less hard engage. I mean, they still have Wukong and Rakan, of course. It's no Malphite though, and I feel like that's going to just be even better for the Aphelios because he loves when people are in melee range, such as the Rakan and the Wukong, but just needs to survive the engage in the first place. Yep. And this is going to be the Herald taking out this turret. Now, this is what they were not able to accomplish with the LeBlanc pick in Game 1, is get rid of this turret so that the LeBlanc has a lot more freedom to come over and punish anyone who's trying to farm mid. So the farming becomes more difficult for Guma now. Speaking of, okay. LGL 見れるかなこの後。 That's a cyclone. He gets away. Excellently baited. No, I'm just kidding. なんかウーコンウルト使ってる。ドラゴン2分40だから、オブジェクトには繋がらないけど、ルブランがスプリットしてんだ。ルブランを止めてないから何かアクションを起こしたかったが、GENG下がります。 Cyclone for Lantern trade. I always trusted you, Carrie. It's okay. Yeah. All calculated. Here's Peanut on the bottom side of the map. 今日 LGL さ、どことどこ？ Seems pretty obvious that eventually ソフ版ってのは見え T1 た。 will try to ソフ push 版 in here and take down this turret. And that they do. SG デトネーション見てえ A lot な of the guys on the side of GENG. 50 There's 数が a 後ろで shot 隠れて blast, る。 but this is an Ahri with アクシズと flash, so it's ASHG not like Faker's in any trouble. Nope. Oh. We'll have his teleport back now. And wasn't like a teleport commitment or anything like that, just a trap set. They saved the turret, so denying some gold is pretty massive. And look at this, the Jace once again. まあ俺全部見るっては言ってないからね。 At the time we take a look at this, I feel like 落ちパのオファーもらって。 we've seen this. Let's see what Doran could do with it this time. あ、全部やらないですけどいいですかって言っ Such て。 a massive lead, like それで Keen も did. くれたから。 Similarly, remember not quite as big, but a massive lead that Keen had in the 見たい Keen 時見ます Roaster series for T1 earlier on in our playoffs. 今日じゃないかな。 Then T1 was able to survive. さすがにちょっと体調が悪いわ。 So Yeah. GENG need to make sure they just don't drop the ball here and continue to win these objectives because I think they absolutely can win this game and they're on the right track to because Chovy is also in a good spot this game. They don't have that turret up in mid. Yeah, certainly feels like. でもこの間アクシズデトネーションに1本取ってたよ。愛野くんだっけ？その試合の前日にカズータのチャンネルを俺が Twitch でレイドして雑談してたけど、その試合デトネーション勝ってもそんな変わらないみたいな消化試合だから、愛野くんに対してのトロールバンしようかなみたいな。トロールっていうわけじゃないけどINOGG バンしようかなみたいな遊び心は持ってたね。それをやったかは知らないけど。なんだ、カズータがよく高谷スペシャルの配信を見たりとかしてるから高谷好きみたいで、高谷が好きな愛野くんをいじめてやろうみたいな。T1 nowhere near the Drake now as Faker is in the top lane. He has teleport, but he's not threatening anything. A nice angle here for Chovy. Finds owner who has to heartbreak away and now doesn't have that. The poke from the side of GENG. 1試合目なめ BP してた。 Chovy, man, he does have the keys to the van this game. I'm telling you, he's doing everything by himself おもろ right いけ now どな。 with no vision. 消化試合だし。 And that's that mid turret value. Do Baron? Do Baron?
There's a control ward here. まあ言うてチームメイトに聞いても別になんだ Okay, they're gonna start it as you see that Doran is still doing this Drake. なんでもいいよみたいな感じだったっぽいしね。まあ俺も詳しくは知らんが。 I mean, I don't think they're gonna get here on time. ドラゴン捨てて T1 バロンを取る。 Zay's gonna blow the horde, but he gets knocked up, but it doesn't matter. フェイカーが取った。フェイカーが取って離脱。5人生存。 Down the Baron and they get out. They double smite it, they get away, they have so much ええよ。 mobility here. They have flash マジかよ。これだよな。これがドラゴンの保険だよ。序盤ドラゴンをレートゲーム構成が通るとこういう動きができる。序盤構成は絶対ドラゴン取らなきゃいけないからドラゴンに過剰にねリソースを吐いちゃって。魔導書な。ダブルスマイトだからね。ジェンジーのポジションもう一回リプレイで見たいな。That was a successful heist, but will they be able to get map control back is the question that we have to ask here now. 最近なんか魔導書多いよな T1 か。お互いに前回は取ってたけど KT と T1 で。Ornament is set here. It is Guma's, of course, and starting to get that point of the game where the scaling is coming online. But T1 need to group here and I think just push. アフェリオスアイテムアップグレードされてる。約1000ゴールド分のステータスアップよ。Try to take this down is going to give you the most map control possible as Gen Z are kind of flying around, taking a lot of damage, trying to stop them, but this is against Baron. So not really successful in that. Doran is just pushing the side. アフェリオスセカンドアイテム知見。ルブランのポークが痛いからかな。JS のポークもあるし。ポークに対して強いこの知見です。A little bit of damage here as they really want to pressure the LeBlanc and not just allow Chovy to freely hit their members. Very annoying for T1 to deal with. Yeah, but I think they've really dealt with it quite nicely here. Another wave of super minions, or rather Baron minions, coming over. Gotta be careful, they're getting caught over here. Zeus, nice buffer. As meanwhile, there is a sneaky Jace in the bush who has no mana. Yeah, There's no he has mana. No mana here. He has flash. He's gonna get some mana as we... Okay. We got fighting all over the rift. Looks like this is going to be the end of Doran's attempt to kill Faker as he comes the ult. Did they go too far is the question. Chovy has to flash away. おー、アルティメット切ったが、ルブランフラッシュアウト。バロンを取って、ゴールドを逆転した T1。次のこのサンドラで戦いが起きるかな。そしてもうインフィニティエッジのタイミングまで待つか。アフェリオスも。でもサンドラ取られたくないよね。どうなんだろう。いくらレートゲーム構成でもサンドラを渡さない傾向にあるんだよな。しかもこれは実質5目だからね。5つ目のドラゴンだから全然いけると思う。でも JS の間珍しい毒じゃ。敵のシールドをカットする。レンジだと 30% とかでメレーだと 50% 削るのかな。何のシールドを削りたいんだ。知見とスレッシュのランタンのシールドかな。ああ、アフェリオスを落としたいと。アフェリオスにダメージを与えといて殺すって感じか、ポークして。本当だったらラストウィスパー、セリルダ行くんだけどね、ここは。どうかな、俺が思うに JS がアフェリオス殴ることはできないんだよね。まあ、シールドでけえな。オーバーヒールもあるわけだし。could be the difference maker, you know, chop down a lot of the damage from Chovy, from Doran, some of that poke, and give T1 a chance to just stabilize. Genji, an incredibly important moment for them, because they would love a third Mountain Drake, of course. I love the Serpent's Fang here against Guma's shield, picked up from Doran as well. Nice little tech here to try to eliminate the front line. Arm, okay. And T1 have total control of the river.
Genji have 0 wards. Yeah, they have right now. チャームフックが当たらないだと。 A rare miss. Yeah. これ当たんないんだ。ケリアもミスる人間アピール。 Genji a chance. CC 食らってるやつにスキルが当たらない。あれで誰とは言わないが。Toby's going over the wall to clear vision here and basically be a living ward for those shock blasts. うわーでもこれ当てたー。 P 様 P 様裏を取ってたけど引っかかる。3試合目の P 様なのかそれともしょうがないのか。あれ壁から行かないんだね。裏から行こうとしたんだ。マークされてたから。なんとかしてサンドラを取りたかった。なんかばらけてたね、ジェンジーが。More fighting, Wolf. More fighting. TP's coming in. Chovy and Delight get themselves in a rough spot, but they get the TP and they get out. 逆に T1 が4ドラリーチからのバロン触る。うわフェルスのダメージいかれてんだろ。うやっば。緑の武器は射程が長いのかスナイパーで。But he can't threaten to this by himself. Needs the rest of his team and needs those shock blasts to hit. Peanut has Flash Cyclone, but it needs to be on the rest of the team. It needs to be not on the edge of T1, but on the back line of T1. 逆にジェンジーが触る。円下がる。Yeah, but I don't think they can do this unless they win a team fight against T1. 視界も取れてねえのにあそこでバロン叩くのはファッキンブロンズ。Doran's at half health now. Yeah, seeing a lot of damage. So is Keria, but obviously not as important as Doran in this point in time. And the shock blast value just isn't really there. Doran's actually going to use one acceleration gate and then back here, during the cooldown of that, and we'll return to this fight. Yeah, Guma holding Calibrum, so he's actually doing a decent amount of poke damage in this fight before it even begins. Yeah, now he's got the Infernum set for a big ultimate. サイドの管理がなってないぞジェンジ。 T1 が逆に触る。ジェイス TP ねえのにジェイス来てねえからな。おでも T1 かなりコミットしてるぞこれ。これ大丈夫か。スレッシュのフックでラカンのエンゲージ止める。でもまずそうに見えるけどなこれ。おおアフェリウスすげえダメージだ。アフェリウスのウルト何人 ?3 人4人。アーリが追う。いやでも視界ないところはいけないね。いや今のバロンはすげえリスキーだったな。レートゲーム有利なチームが取るようなバロンじゃなかったけど。ラカンのエンゲージ止めたね1回ワンターン。あのフックがでかかったな。あれでラカンがスムーズに入ってきてたら終わってた気がするんだね。ゴールドはイーブン。ジェンジバロン取ってドラゴン取りたい。ビエゴ連れてきてワンチャン盗みたかったけどダメだったか。 T1 対ジェンジ3試合目で負けるのか。 T1 体力的に俺マジで限界だ。大会前日1時間しか寝てねえし、昨日は大会終わっていろんな配信見て3時間しか寝てない。痛いよ。かースマイトが足りなかった。でもピーナットもピーナットでスマイトミスってたね。やばいよ。And so we reset once again. Let's see what Genji can get done with this Baron power play. They have about 3,000 gold to lead, but it's 32 minutes in. どっちが勝つか分かんなくなってきたぞ。レートゲームが弱いわけじゃねえからな。ジェンジーは強いっちゃ強い。それ以上に強いのが T1。
でも結局ビエゴがどう憑依するかだよね。 JS が憑依、ビエゴが憑依できればめっちゃ強いけど。どうだ、ザヤのアルティメットをうわー、使わねえ。ゲールフォース、ウルト、フラッシュ全部使わん。マジかよ。しかも引きつけたからルブランがフリー。あ、これ T1 まずいぞ。あー、うわー、ファークドラン。しかし勝負も来た。うわ、チェーン完璧や。おお、ペイズ羽がある。いい。しかしグーマ優勢。takes delight down, but almost dies himself. Chovy was ready to get in there, man. He's like, I got the stopwatch. I'm going in. And ジェンジー3つ目のドラゴン寝てる場合じゃねえぞこれ。ドランめっちゃ笑ってる。An insanely brave play from a player who's been so clutch in his rookie season alone. These are the types of fights where FaZe will not be afraid. Talking about some of the confidence issues for GENG across the years, across the careers of players like Peanut, Chovy, Doran, who've struggled to get an LCK title last year. But you look at the turn here and look at how far away FaZe is. いや、これ何、ザヤを見ようか。ザヤがこっからさっき温存してたスキルを全部ぶっ込んでいく。うわー、クレンズも早かったね。この E を使ってたんだ。この E があればな、もうちょっと早く。何チームファイトが起きてる。フェイカーがテレポートでやってきた。オンがアルティメットでぶっ込んでチャーム。ファッキンジェイス。ああ、でもビーゴやられちゃったが、トータルでは2キル取った。しかもダメージ減を消したぞ。ジェンジダメージ減がないぞ。やっぱ JS ってな、JS だよな。いくらアイテム持ってもトップで2コアぐらいの差があっても CC1 個2個食らったらおしまいなんですよ。体が硬くないからね。20秒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 だ。20秒です。エンドは無理じゃない。いけるのか。お、オーバーステイからのテレポートランタンでポジション。ジェイスね、フラッシュないからなかなかいけないよ。一人で死なない。ダメージ少な。I don't think so. I think they're going to get out of here just fine. Peanut doesn't have Cyclone for a few more seconds, and they actually will escape. Yeah. And there's no objective, like you say, for 90 seconds here. So that's just a teleport down here for Doran. And there's a backdoor win condition for T1 once again. This time not as clean as the previous game because there is a Nexus turret up. ランタンで思い出したけど、橘さん決勝の最終試合でもう後がねえっていうところでランタンのつかみ方分かんなかったのおもろかったな。BO3 のラストゲームこれ勝ったら優勝っていうところでさ、なんか40分ぐらいでランタン掴んでって言って、ランタンってどうやって掴むの？左クリック右クリックみたいな。右クリックって伝えてもさ15秒ぐらい取れなくて、2回ランタン渡したのに取れなくて、3回目でさ河川坂ずっと投げてやっとランタン掴めるようになって、橘納豆ネキブラストランタン春が生まれた。ミドルネームが増えた。河川玉優しかったよねランタンでもレートゲームだったからランタンのクールダウン短かったな。割とパンパン投げてたよ。昨日の河川さん蹴り合いになってたね。最後の集団戦なんか9何回連続で決めたよ。4回とか昨日見返したけどさ、えぐい決めてた。でもオボがなうますぎたんだよな。 MVP コーチが決められたんだけどまたおめえかよ。
フェイクやっ This guy just cannot survive against them. Yeah, just like the ult from Zeus. ぱ JS なんですよね。 It looks like he's おいト charming ップ someone 変えよう else. ぜ。 He's trying to charm on the door. やっぱ大人になってくださいよ。入れようよ。 Once again before these critical objectives. ドランの先輩のソードさん入れよう。 Horn this time around from T1 as Chains landing on in the box is down. このシリーズ何回やらかすねん。あーフックうますぎる。うわーまたフック当てた。ザイアンのクレンド使わせた。もう一回当てた。キャリア後ろにはキャリア What the fuck this fucking monster 今見たキャリアの動き。 Opposing AD carry and T1 will take the Baron. It looks like this is probably just going to be the win here for い T1. や後ろに回り込んで E で味方にパスしながらもう一回死ぬ前に Q 当てたぞ。What the Can he do fuck it? He doesn't have any vision. Nope. 眠いって言ってんの俺何回目が覚めなきゃいけねえんだよ。 Guma takes down the Baron. Peanut pushed mid, which is really huge because during all of this now. いやでもねこれねやっぱスレッシュのバフで Q のクールダウンおかしい。当てたら本当 1.5 秒に1回打てるぐらいだからあれやばい。次のパッチでナーフ決まってるけど Basically have to 今のスレッシュえぐいんだよね。 I don't think you can give this away. Zeus is trying to get on over and delay this as much as he 俺がスレッシュもとも can. とメインだから分かるけどさ最近使ってマジでイカれてた。 But it does not matter. Still あでもドラゴン4ドラ取った。 T1 and Faker cannot get into punch. 久しぶりにスレッシュやったらダブルリフトをキャリーしたぶりぐらいにやったらマジでイカれてたねあのチャンピオン。味方に CC あるととてもやりやすいな。確定で Q が当たるから。序盤は負けてたから思んなかったのにチームファイトからめっちゃ楽しかった。一生 Q 打てる。 This game is crazy again, as it has been for all of T1's games in the playoffs. 39 minutes, and we are pushing the マウン bottom テンは lane. 取ったが Bloodthirster and Overheal really helping to mitigate some of that damage. トータルゴールドはほぼ一緒。どうだバロンがある T1。 He's getting on in there. でもなんだかんだ JENG も4ドラまで取ったんだねあそこから。でももう40分だよ。レートゲーム構成は40分いくと機能するよ。 The Cyclone is good on the aggression this time around, but no follow-up comes in as フェイカーがキャッチされた。しかしアフェリオスの一発もでかい。ここで ADC が下がるから一気に決めたい。 T1 バロンが残っている。1分20秒バロンが残っているが人数的には不利なのでこれ以上はいかない。相手の ADC がバックしたその時がチャンスだった。フェイカーがいないのでここは引きます。フェイカーもユナイトとフラッシュだからテレポートで戻ってこれませんよ。テレポートに切り替えまたバックドアブルートリンケットでバックドア阻止。ミニオンナイトバックドアまでは無理だと思うんですけどタワー残ってるから。いやーグマユシ確かアフェリオス得意だったよな。アフェリオスでファッキンキャリーしまくりますね。いや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 もうちょっと早くそのアーリーが JS を捕まえるところ見たかったな。おいリプレイおかしいって。何見せたいんでフェイカーのファンボじゃねえかよ。Guma hits a big ult here. Hayes has to ult away, and he survives here, so they will lose the inhibitor. But there's no way that T1 can continue the push here. They don't have enough positional advantage here. They don't have enough minions. もう一回もうここそううわーラカンを狙うと思うよな。これはやっぱフェイカーうめえわ。世界大会初優勝したその時ルーキーの時ミッドレーンで3回連続チャーム決めて中国人チーム相手に。あれだった気がする昔のミッドの人がワイツって名前だった気がする、ね、ファーストタワー取ってセカンドタワー取ってまで行ったんだよな。3回ぐらい連続でチャーム決めて。あれは印象的だったよ。印象的だったよね。よく覚えてるね。なんかすごい印象的なモーメントだったよ。3回4回普通に歩いてチャーム当てて相手シンドラのやつ覚えてねえな。そこまでは俺もシーズン3はゲーム始めたばっかりだから理解してなかったからね。そんな実況が叫び散らかしてたのは覚えてるけど。アフェリオス靴を売ったぞ。クラウドソウルでもなく味方にユーミがいるわけでもなく
ランタンのこのポジション This is like 頼りだね。 yeah, it's kind of insane. Charm is gonna land. またチャーム当たる。捕まえたのはチョービーはマウンテンソウルで生き残る。ボーリングは失敗。ピーナッツが引っかかる。ピーナッツ GAR。 アフェリオス火力はとんでもないけど足が遅い。それをランタンでカバー。でも一応ゲールフォースがあるのか。ゲールフォースとジールアイテムのこのハリケーンで MS は数パーセント上がってるはずだからめっちゃ遅いわけではない。でランタンあるし。ゲールフォースのパッシブでワンレジェンドアイテムにつき何パー上がる ?1 パー2パー。あとシュレリアもあるのか。確かに2パーなんだ1個につき。じゃあ今 10%MS 上がってる状態。実質メジャー持ってるって考えたらまあ足遅くないんじゃない。じゃあ早いことに越したことはないけど、まあ、ダメージすごいからね。あフェルスのウルトとかとんでもないんだろうな。インファーナム持ってるよ。握ってるよ。なんだかんだトータルゴールドイーブンでジェンジーがマウンテンソウルを取っている。レートゲーム構成は T1 だがどっちが勝つ。エルダーが湧く。バロンも湧く。バロンが25秒早く湧きます。どうなる。ジェイスのポーク一発。Saw it happen when Doran hits an accelerated shot blast on Nagumi. He just immediately gets his shield back. It's like it's barely even happened. As meanwhile, here we go. Engage. あフェリオスが捕まった4試合行くのか。嬉しいんだけどさ。もっと見れて。GG。あら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 、ここまで来たらシルバースクレープス流してほしいよね。レッドサイドでブルーサイドで勝った。そうブルーサイドで勝つのは割とあるのよ。前回のシリーズブルーサイドゲーだったから。でもこっから T1 は負けても2回連続ブルー選べる。それが課題です。 GG。 まあいい試合だったね。もう記憶が曖昧だけどジェイスあんだけやらかしたのに勝てるんだ。3位になるか。あれもう関係ねえってよ。